皆さんこんばんは、さちです。今回は使うカラーが少し多めですが、モネの絵画のようなニュアンスデザインをやっていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートを塗った状態から始めます。ネイルホリックの BL919 番を使います。ハケ先に少しだけ液を取って親指の根元から爪先に斜めに塗ります。わざとムラになるように濃淡をつけながら塗ってください。スタンプを押すみたいに少しずつちょんちょんと塗ると色味の調整がしやすいです。カラーの輪郭はできるだけ薄くなるように塗ってください。もし輪郭が気になる場合はベースコートを使って気になる部分を軽くぼかせば OK です。中指と薬指も同じように部分的に塗っていきます。こちらのカラーは廃盤になってしまいましたが、ネットではまだ売っているショップがいくつかありました。私の近所のドラッグストアにはなかったけど、店舗によってはまだあるかもです。見かけたらぜひ購入してみてください。薬指は爪先だけに重ねます。同じ色でなくても透け感のあるブルー系であれば代用可能です。お手持ちのブルー系のポリッシュをトップコートで薄めて使っても OK です。人差し指と小指にはキャンメイクの N29 番を塗ります。少しドロッとしているので薄め液を足します。使うのはシャレドアのポリッシュシンナーです。薄め液とはドロドロになったポリッシュをサラサラに復活させてくれるアイテムです。薄め液を数滴足したらゆっくり攪拌します。上下に激しく振ってしまうと気泡の原因になるので、ゆっくり転がすように攪拌してください。サラサラになったので小指に塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。PA ネイルの E010 番を使います。E010 番を親指の爪先に重ねます。微細なラメが入った透け感ピスタチオグリーン。ここでも色ムラは全く気にしなくて大丈夫です。こんな感じ。中指も爪先に重ねます。最初に塗ったブルーの部分にも少し重なるように塗ってください。薬指は中間部分に斜めに重ねます。こんな感じで指ごとに塗る位置を変えてみてください。人差し指と小指は2度塗り目を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。チフレ846番とベースコートのキャップを開けておきます。ハケ先に少量だけ液を取って親指の空いている箇所に塗ります。ほんのり透け感のある鮮やかなグリーンです。カラーが乾く前にベースコートで境目をぼかします。軽くなじませる程度で大丈夫です。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。もう一箇所の空いている部分にも塗って乾く前にベースコートでカラーの輪郭をぼかします。中指と薬指も空いている箇所に塗ってぼかしていきます。ぼかす時のベースコートの液量はほんの少しで大丈夫です。ハケは寝かせながら優しくぼかしてください。ハケを立ててしまっていたり、ハケ圧が強いとカラーをえぐってしまうので気をつけてくださいね。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。もう一度 N29 番を使います。N29 番を親指、中指、薬指に重ね塗りします。透け感のある乳白色を全体に重ねることで、サイドが少し低くなってカラーの馴染みが良くなります。薄いベールがかかったような感じです。
乾かしている間に他の指を塗っていきます。チフレの細筆006番を使います。006番を人差し指の爪先と根元に重ねていきます。絵画の額縁のようなイメージ。塗り方はお好みで全然 OK ですが、私的には緩くカーブを描きながら重ねるのがおすすめ。形を見ながら少しずつ重ねてくださいね。小指は爪先だけに重ねます。ラメを塗っている間に他の指は乾いているので、このまま次に進みます。ジェネネイルのホワイトとベースコートを使います。ペーパーパレットかアルミホイルも用意してください。パレットにホワイトとベースコートを同じくらい出したら、ベースコートのハケでカラーを混ぜます。混ぜたものをお好みの箇所にもやもやっと塗ります。ハケに少しずつ液を取ってバランスを見ながらわざとムラになるように塗ってください。こんな感じです。中指と薬指も同じように塗っていきます。汚れたハケはキッチンペーパーに拭き取ってくださいね。乾燥時間は取らずに次に進みます。もう一度006番を使います。006番を親指の爪先に細く重ねていきます。この時のコツはハケにたっぷりめに液を取って液を置いていくイメージです。中指と薬指も同じように爪先に重ねます。チフレの細筆ラメはザクザクとした大粒ラメなので、爪先に少し重ねただけで華やかさがアップします。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。絵画風ニュアンスの完成です。この色の組み合わせすごく可愛くないですか？爪先に細く入れたゴールドも上品でいい感じ。使用したものをまとめます。右手はニュアンスを2本、ホワイトを3本にしてみました。使うカラーは多いけど、作業は見た目ほど難しくないですし、アラーもごまかしやすいデザインですよ。ぜひ真似っこしてもらえると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。またねー。